今回はね、この締め込むベースの作り方。ずっと全ての刺し方を深く刺してたら、どこの面を刺しても必ず中心を刺すから、繊維破壊が起きますから。それがスカスカになる原因。はい、お疲れ様です。虹玉屋の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。初めて見る人もいると思うので、このチャンネルはね、羊毛フェルト作家を目指したいとかね、あるいはね、趣味でやってるんだけどもっと上手くなりたいとか、いろんな人がいると思うんだけども、とにかく自分のスキルアップのために必要な技術とかそういったところをね、発信しています。で、作家を目指したいっていう人のために、作家になるためにはこういう考え方じゃなきゃダメだよ。自分の得意をね、仕事にするためにはこういうことが必要だよっていうことをね、発信してるチャンネルなので、ぜひね、自分のスキルアップのためにね、チャンネル登録してみていってください。はい、それじゃあね、本題に入ります。今回はね、このベースの作り方、これ何度もやってる動画なんだけど、とにかくね、このベース、これをしっかりとした適度な硬さにする、その、ニードルの使い方っていうかな、そこがやっぱりできてないと、どんなにね、この先々の技術っていうか手に入れても、結局うまく作れないから、ちょっとね、基本の基本に変えて、ちょっと今日はニードルの使い方と、このしっかりとした締め込んだベースを使うにはどうしたらいいかっていうね、話をしたいと思います。で、本題に入る前にね、ちょっとね、2、3点ね、ちょっとお知らせがあります。まずね、前回この動画を出しました。白目の作り方だよね。で、これね、視聴者の方からコメントいただいたんだけどね、このレジンで作る白目の作り方っていうかな、これをね、解説してる動画なんだけど、これね、非常に申し訳ないです。僕ね、素手でやってるんだよね。で、これね、レジンだから、素手ダメなんだよね。アレルギーになったりする人もいるだろうし、ね、手荒れしたりすると思うから、手袋履いてやってください。ごめんなさい。僕ね、バイクいじるときも、手袋とか一切履かない。ガソリンだろうが、オイルだろうが、やばい液体でも素手で触る人だから、かなり手強いの、自衛官だったし。だけど、みんなね、女性だし、女性の方多いだろうし、肌荒れしちゃうと思うから、本当手気をつけてください。で、絶対手袋履くようにしてください。はい。とね、もう一つ。これはね、その前の動画かな。この動画の時にアイシートを作りましたっていう動画、それからね、白目の動画でもあったんだけれども、ドッグアイ販売してないんですかっていうところでね、ドッグアイ販売します。で、ついでに 14mm のキャッツアイもラインナップに増やしたので、これは概要欄にショップの方のリンク貼っておくので、そこからね、購入できますので見に行ってください。はい、それじゃあね、いよいよ本題の方に入っていきます。今日はね、しっかりと締め込んで作る。このね、締め込むっていうこの技術を覚えてください。で、今日しっかりと動作もノーカットで早送りとかせずにやっているので、画面見ながら一緒にできるので、ぜひ作ってみて、このね、いつもガチガチになってしまう人、ふにゃふにゃの人、全然質が違いますから。この締め込むっていう技を覚えると、どんどん技術が上手くなっていくんで。僕もね、今の技術、ある程度ね、リアルな作品が作れるようになってきたきっかけは、この締め込むっていう技術を手に入れてからです。これができるまでと、できてからの作品のクオリティっていうのも段違いで変わりました。なのでね、ぜひこの締め込むっていう技をね、身につけてください。はい、それではね、本編始まります。はい、今回はね、顔のベースになる丸い状態のもの、あれをね、ちょっとね、作るんだけれども、その時にどのニードルを使うかっていうのがすごく重要になってきて、僕はね、スピード針と、あと、細針と極細針、この3種類しか使ってません。で、どの針でこう刺し固めて形にしていくか固めていくかで出来上がりの硬さの質っていうのがすごく全然別物になるから、なんていうかな、このワタワタとかランビエとかね、こういったこのウールバッツ、この素材を刺し固めていった時に、どうやってなんていうか、僕は締め込むって言ってるんだけど、ただ硬くするのではなくて、全体的にギュッと繊維がぐぐぐっとね、こう本当に密度濃く密集して自然な硬さっていうかな、針でさ、スピード針とかね、レギュラー針とか太針とかでひたすら刺しちゃうと表面がだんだん硬くなってきて、でそのうち繊維破壊が起きちゃうでしょ。で中スカスカになったりさ、で細針とかでやると、その締め込んでいくことができるようになると繊維破壊はまず起きないと思う。僕は起きたことがないので。でちょっとね、この作り方をね、
実際にやっていきます。でわたわたとかね、僕はペレンデールさんのランビエ使ってるんだけど、片手に乗るぐらい、これぐらいの量を取って、ちょっとね適度に丸めといて、でまずは球体を作るつもりで刺していきます。で今これはね細針です。細針で全体的に同じような硬さっていうかな、だいたい均等になるように球体を作っていきます。あんまりね深く刺してる意識がなくて、この円の中心ぐらいまでしか針が届かないつもりで僕は刺しています。実際はねそれ以上いってると思うんだけども、1箇所刺すのに 4,5 回刺してるかな。1,2,3,4,5 とかね、1,2,3,4 とか、こんな感じでリズムをつかみながらやるとねやりやすいんじゃないかな。であんまりね中の方ばっかり刺してると中心が先に固まってきちゃうから、もう徐々にこれ形ができてきたら、僕はもうほんと表面しか刺さないつもりでねやってんだよね。でこれによって中心を無駄に刺すことがなくて、最初は中心に当たるように狙って刺すけど、形になってきたら徐々に表面だけを刺すような、そういう意識に切り替えて刺してます。でおおむね球体ができたら、ここも細針を使います。で少し手でこうやって潰してもいいから、こんな感じでね細針使って潰していきます。でよければひっくり返して反対の面も同じように1箇所5回くらい刺す。 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5、このリズムはね適当です。自分の取りやすいリズムで、概略形ができたら、ここが今弱い状態で、ここをある程度締め込みたくて、でここでスピード針なんかを使ってちょっとね全般的にこういう風に刺していきます。この等間隔くらいで5ミリぐらい開けて適当に刺していきます。これをぐるっと一周して、この側面が弱い部分をある程度スピード針なんかで固めたら、また細針で同じように側面を刺していきます。必ずこの順番でやらなきゃいけないっていうわけじゃなくて、僕はおおむねねだいたいこんなパターンで作ってます。で側面固めたらまたねこうやって潰していって、で特にこの角っこ、ここが弱いから、ここは角立てる必要ないから、一旦こうやって潰すつもりで、とにかく弱いところをなくす。で潰したらまた指でこう押し付けてもいいから、また全般的にここの面をきれいにして、でよかったら反対で、絶対にこれもそうなんだけども、硬いところと今やわいところがね、こっちがちょっと段差になって見たら分かると思うんだけど、こっちねへこんでる。でこういうとこがあったらわたわたね少し足してあげて、でこういうのはスピード針なんかでざっくり弱いところにまず貼り付けてあげて、そして細針なんかでまたなじませてあげる。
で角が弱いから角を潰す。でまたね、側面まだまだ弱いからこういう風に締め込んでいく。ほとんど細張りでやるようなイメージ。でこれね、実際に本当後で試してみるのもいいし、今ね見ながらやってもらってもいいんだけど、本当ね、普段自分の刺してるものとこの今回作って完成する硬さの質っていうかな、素材の締まり方の質が変わるっていうのね、ぜひね感じてください。でこれができるようになったらかなりできることがね変わってくると思うんですね。僕はねこれができるようになってから細かい部分がしっかり作れるようになったりしてきました。なんで今はスピード針使ってるけど、一時期2年くらい前は本当にもう使うのは細針と極細針、もうその2種類しか使ってなかったっていうくらい、それで作品を全部作ってました。ただねやっぱ時間がかかるから、やっぱりねそこはスピード針とか、太針慣れてる人は太針とかでもいいから、そういったものはね使ってみるのもいいと思います。あとレギュラー針か、普通のやつね。はい、こんな感じです。である程度締まったら極細針、これで同じように刺していく。で極細の場合は最初も針が細いからスカスカです。だけどそこにもう10回くらい刺してやる。すると刺さる感触変わってくるから、してちょっとずらして刺してやる。これを繰り返していきます。でこうやって刺してたら、この自分がニードルを刺す右手の方、そこも抵抗を感じてくるし、音も若干変わってくるから、サクサクサクがザクザクザクになるし、こうやって左手でね少しつまんでる指にもこのベースが少しずつ締まってくるのが指先で感じ取れると思うから、それをね感じてください、五感を使って。はい、良ければ反対で同じように刺していく。でこれももし弱いとこがあったらいつまで刺しても、ね、抵抗がかかってこないから、そこは弱いから、そしたらねやっぱりこれ見たら分かるように、こっち側今低いんだけどもここが弱い、だからここは足してあげる。でここもこういうふうに作る段階で弱いとこが見つかったらその都度こうやって調整してあげないと、後でねこのベースの上に目玉貼り付けたりさしていくから、弱い部分をそのまましておくと目玉がね後々沈んでしまったりとか、そういった原因になるから。で今みたいにね綿を足したら細針で1回全般的に刺してなじませてあげて、よかったらまた極細に持ち替えて全般的に締めていく。僕はねこの締め込むっていう言葉が多分適切だなと思っていて、本当にこうじわじわとなんだけどギュ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 ってこう繊維が締まっていくのがね感じれると思うから。でね極細で刺してて、いや全然スカスカだなって思ってる人もちょっとねしばらくしつこく刺してみるといいです。絶対どっかの段階で刺さる抵抗が変わるから、そしたら固まり始めてるから。ちょっとね画面越しじゃね音なかなか伝わりづらいと思うから、でもせっかくだからねちょっとね音聞いてもらおうか。ちょっとねカメラ近づけるよ。これ音よく聞いててね、今からやるのは緩い部分、次硬い部分、音が違うよね。
次、緩いものを硬くするまでに音の変化を聞いてください。徐々に変わるからちょっとね分かりにくいかもしれないけど、これ自分でやってたらね絶対に分かると思うから、指先の感覚と連動してね音が変わってくるから、ちょっとね本当に五感を使ってそれを感じ取りながら作ってみてください。はい。でね、角とかねやわい部分は刺す。はい、こんな感じで、これ触ったらこうやって潰したら分かるんだけど、どうしても角っこってこういう風に潰れちゃう。こんな風に段差ができちゃう、真ん中に。で、これはここが弱い証拠だから、こういう時は綿をちょっとこんな風に縦長に綿取ってあげて、でこれも適当なんだけど、ちょっと弱いところ、そこにまずこの側面に全部貼り付けたいのね。だからスピード針なんかでちょっと最初貼り付けてあげて、でこうやって巻きつけていく。で最後までね巻きつけるとなかなか大変だから、途中こうやってスピード針で固定しながらこういう風にやっていく。で綺麗に巻いたところで360度ね全部巻いたところで、強いとこもあるし弱いとこもあるしバラバラだから、ちゃんと自分で指で確認して弱いところにしっかりと量を入れて補強してあげるっていうことをやらなきゃダメね。でよければ全般的に貼り付けてあげて、これは今スピード針だよ。こんな感じね。でだいたい形が良かったらまた細針で、もうほんとあまり深く刺す意識じゃなくて、僕の中じゃね2ミリぐらい、針先2、3ミリを差し込むイメージで刺してます。これをずっと全ての刺し方を深く刺してたら、どこがおかしくなるかっていうと、ずっと深くして刺すと中心部がどこの面を刺しても必ず中心を刺すから、中心があまりにも針が刺さりすぎて繊維破壊が起きますから、それがスカスカになる原因だから、同じ場所をずっと刺さないように気をつける。だからその刺す深さっていうのをコントロールしなきゃダメです。ほんとふわふわのこの綿の状態、これから形にするときは中心めがけたり深く刺したりして固めていくけど、もうそれが終わったらね、だいたい形ができたら、あとはねもうほんと僕はもうほぼちょん突きでこうやって表面を固めるように刺していくように気をつけてます。はい、だいたいこんな感じかな。これは今極細針ね。側面も最後極細で締め込んでってあげて、でこの辺まで来たらねもうほぼほぼ出来上がっているので、あとはもう本当に微調整っていうかな、不必要ななんていうかな段差ができてないかとか、そういうところはねなるべく綺麗にした方がいいかな。でたかがねこの丸いこういうベースなんだけど、これでもやっぱりね綺麗に作ることを心がけた方がいいです。でなんでかっていうと、こういう部分をなんていうかな雑に作っちゃうと、どうしても後々ね目が沈み込んだりとか不具合が起きる原因になったりするし、これをまずちゃんと作れないと、そもそもリアルに作っていく段階で細かい部分を
絶対にうまく表現しないと思うんだよね。これすらちゃんと作らない、はしょっちゃう人は。だからこういうのをすごく大事にしてください。それがね、本当に細かいところに気を配って作品の表現に気を配れるっていうことにつながっていくと思うから、僕はねそこは大事にするべきかなと思います。はい、そんなところでね、今回はねこの締め込むっていうね、このベースの作り方、これをねやってみてください。今ね全然測ってないけど、多分ねちゃんとほら直径4センチあるでしょ。でだいたい高さ 1.5 センチ、これぐらいがねベストな大きさかな、今僕の中のね正解はね。でこれで12ミリの目玉を使って猫作るなら猫とか、あと犬の顔のベースになったりします。とにかくねこんな感じ。一度ね本当この動画ね何度も見てね一緒にね作ってみてください。もう絶対質の違うねいい適度な硬さのベースが出来上がるんで、これをねちょっと目指してやってみてください。はい、というわけで、ね、今回はねしっかりと締め込んだベースの作り方というのをねやりました。ニードルをねしっかり適切に使ってしっかりと素材を締め込んでいく、この技を覚えたらね本当にね全然作れるものの幅がかなり変わってくると思うので、ぜひね何度もトライして手に入れてください。でね、最後になるんだけども、やっぱねこの動画をね僕の動画ね最後まで見る人っていうのはやっぱりねその作家を本気で目指してるとか、あるいはね作家目指してないんだけど技術をもっと真剣にアップさせたいとかっていう人多いと思うのね。でここまでねせっかくね見てくれてるみんなにはねちょっと告知をしておきます。まず10月いっぱいで虹玉塾1期生がね終わります。で2期生の募集を年内には開始しようと思っています。まずこれが一つ。それと来年なんだけれども、もう一つ大きなプロジェクトを動かしていて、虹玉塾だとどうしてもね選考基準があって選抜された人しか受けることができないし、やっぱり金額もねかなり高くなってしまうので、受けたくても受けれない人がたくさんいます。でそういう声もすごく届いています。でなんとかしたいなという思いがあって、ついに来年から僕がやるオンライン教室、オンラインのフェルト教室、これをね始めようと思います。でこれはもう月額すごく安くして、で誰もが審査なしでもう誰もが受けに来れる状態のものをね作っています。でその中で今までね YouTube の中でどんどん出していた顔の作り方とかも教えるし、全身の作り方とかも教えるし、猫だけではなく犬の作り方で、それもいろんな犬種の作り方っていうのがどんどんこうアップロードされていくような、要はコンテンツが増えていくような、そんなね教室にしようと思います。だから月額ね今ちょっとまだ決めてないんだけど1万円以下にしようと思ってます。でそれで普通の教室ね近所の教室に通うのと同じくらいの値段か、それよりちょっと高いくらいかもしれないけども、それくらいの価格設定にしようかなと思います。とにかく多くの人が初心者だろうがベテランだろうが、もうそんなの全然関係なく受けたいって思った人がもうみんな受けに来れるような、そこをねちょっとね作ろうと思ってます。でこれはねまだ今作ってる最中なので、どんなものになるかっていうのはかなり具体的にできて、で実際にこんな内容になるよっていうのはね一部ね無料で公開してみんなに体験してもらって、よかったらね入れるような状態にしようかなと思っています。はい、一応今のところそういう感じで動いています。なのでちょっとねひょっとしたら余裕がなくてね今なかなかかなり忙しくて、で犬の技術アップ講座をやろうと思ってたんだけど、これがちょっとひょっとしたらできないかもしれない。今ちょっと諦めようかなっていう思ってるところです。はい、一応ねそんなところです。最後まで、ね、見てくれた人にはねちょっとねここまで告知をしておきます。これはねまた後日ねどんどん話がね具体的になってきたらどんどん出していくので、それまでもうちょっと待ってください。はい、そんなところです。それではね最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。
僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。